はい、おはようございます。今日は5月24日土曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。今日のニュースは3つになります。ちょっとね、これまでGoogle の発表とか、あとクロードのね、新型が出たりとかで、ちょっとね、ニュースが多かったり、立て続けにでっかいのが来てたので、ちょっと小休止ということで、今日は3つになります。はい。で、最後コメントをまた紹介させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。まず一つ目。一つ目は、クロードの話というか、ジェンスパークの話というかっていうとこなんですけど、ジェンスパークと、あとはパープレキシティもフェローも、共通してになるんですけど、それぞれの AI ツールのチャットで、クロードフォーソネットが使えるようになりましたよというとこですね。で、ジェンスパークとパープレキシティに関しては、クロードフォーソネットのシンキングモード、推論する方ですね。そっちも使えるよっていうところなので、これはお好みで選んでもらえればなっていうのが、今回の一つ目のニュースですね。で、昨日の僕みたいに、もう上限が来ちゃって使えなくなっちゃったっていう人は、こっちで、代用していくのがいいんじゃないかなと思います。で、特にジェンスパークに関しては、今使いたい放題なんですよ。有料ユーザーに関しては。で、この AI チャット使い放題も年内までなので、残り半年は、使えますよっていうところですね。もちろん有料してる期間の年内の話になっちゃうんですけど、はい。なので僕もちょっと上限が来たら、ジェンスパークの方で代用していこうかなというふうには考えております。はい。で、2つ目は、オープン AI、チャット GPT のオペレーターですね。ウェブを自動で動かしてくれる、ものというかツールになるんですけど、それが裏側のモデルを O3 をベースにするらしいですね。これはかなりレベルアップするんじゃないですかね。レベルアップというかパワーアップ。これ結構すごい話だなと思うんですよね。そのオペレーターでAI が自動でブラウザを操作して、で、リサーチをしてくれたりとか、買い物してくれたりとか、予約までやってくれたりとかっていうような機能なんですけど、やっぱね、裏側でどのモデルがブラウザを操作するかっていうので結構性能差が変わるんですよ。で、それが O3 になるっていうのは結構すごいことじゃないかなと思いますね。ただこれチャット GPT のプロプランに契約してる人しか使えないので、僕は使えないんですよ、現状。なので、どう変わったとか、どれぐらいすごいかっていうのはね、ちょっとお伝えができないんですけど、単純に O3 になるだけで相当変わるんじゃないかなと、個人的には思いますね。これノートブック LM に情報を入れてくれてますもんね。こういうのとかを自動化したいっすよね。ノートブック LM は自分で手作業でリンクを入れなきゃいけないっていう作業をオペレーターに自動化してもらうっていうのはケイトさんが動画で上げてたんですけど、あれが一番個人的には実用的だなとは思いますけどね。はい。という感じでどんどんね進化はしてますね。はい。で、最後3つ目。3つ目は、ニュースってわけじゃないんですけど、このひろきちさんっていう方がいらっしゃって、この方が、僕がもう結構ね、昔から AI 触り始めた頃から、この方のそのプロンプトエンジニアリングの情報発信をずっと撮ってたんですよ。で、この方がポストを上げてて、ちょっと1時間前ぐらいかな。で、どんな感じかっていうそのクロードの感想を喋ってたんですけど、何が変わったかと聞かれると、クロードの良さを引き継いだままチャット GPT4.1 っぽくなった感じですっていうポストをされてて、意見一緒だなって思って、ちょっとほっとしたというか、やっぱそうだよなっていうのを感じましたね。はい。昨日の、夜に上げさせてもらった動画でも、特に僕の場合はクロードフォーオーパスの方ですねがGPT4.1 っぽくなったんだよなって話をして、で
そことイメージを重ねながら使っていくのがいいんじゃないかっていう動画を上げさせてもらったんですよ。で、あくまでも個人的な意見っていう風に捉えてたんですけど、僕が結構その信用してる方が同じような意見を言ってくださってるので、自分の中でちょっとね確信が深まりました。はい。なので、それひとまず現時点ではそれを前提にして、GPT4.1 っぽく関わっていく。なのでプロンプトをしっかりと書き込んでというか具体的にしてあげて、でそのプロンプト追従性が高いっていう性能とか個性を活かしながら使っていくのがやっぱいいのかなっていうところに今着地をしてますね。はい。誰かが言ってるからとかこの人が言ってるから正しいとか間違ってるとかっていうことはないんですけど、やっぱりいろんな人の意見を聞くっていうのは僕は大事かなと思うんですよね。それを鵜呑みにするわけではなくて、そういう参考材料があるんだなっていう程度でやっぱ受け取りつつ、自分の中での確信を深めていくっていうのがやっぱり大事だなと思ってるので、そういう意味では自分が感じてたことと同じことを感じてる人が他にもいるっていうのが分かれば、それはそれで自分の中で確信深めることもできるし、じゃあこっち側も試してみようかってねなることもあると思うんで、はい、これはちょっとね僕の中では嬉しいニュースというか情報でした。はい、という感じの、もう今回はねちょっとあっさり気味のニュースになります。はい。でここからはコメントを紹介させていただきますね。はい。で、クロードフォーオーパス最高すぎました。で、3.7 では完成までいけなかったオリジナル MCP。これはボルト DIY かなとの連携もこれまでの積み重ねがあったとはいえ、一発でエラーを解消して連携に成功しました。嬉しすぎるっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。いや、これね、本当にすごいなと思います。はい、本当にすごいなと思います。このコメントをくださった方がディスコードコミュニティに参加してくださってる方で、結構しょっちゅうねコミュニケーション取らせてもらってて、この今オリジナルで作られてる MCP サーバーの開発の裏話とかね、あと今エラーが起きてて大変なんですよっていう苦労話を結構聞いてたんですよ。でこれなかなか解消しなくってもう何週間も粘ってるんですみたいな話を聞いてた中での、もうオーパス登場によって一発でエラー解消っていう、でその後の続編の話とかもちょっと聞いてて、もう他にもねここのエラーが解消されたその先にまたエラーがいろいろ起きたりするみたいなんですけど、それもちゃんと解消してくれてるらしいんですよ。いやこれはね本当にすごいなと思うし、クロードフォーオーパスの能力の高さも感じられるし、でその裏側を知ってるだけにこの成功とか開発が進んでるっていう話はねめちゃめちゃ嬉しいですね。いやこれは本当にねできたら使わせていただきたいなって思うぐらい、この MCP のね開発の完成というか成功、本当応援したいなって思います。いや本当コメントありがとうございます。でまたぜひ裏話を聞かせてください。はい、という感じのニュースの3つとコメントを紹介させていただきました。最後にちょこっとだけ雑談を挟ませていただくと、今日ちょっとライブ配信ができないので、ライブ配信でね皆さんとわちゃわちゃ喋りながらお話ししたいなと思ってたことが、最近、ちょっとね特に今週とか先週が飲み会が多くって、いろんな経営者さんの方とか個人事業主で活躍されてる方と飲みながら話をする機会が多くって、でやっぱり僕が AI をやってるっていうことを知ってる方も結構多いので、どうなのとか、あとはこの前セミナーをさせてもらったんですよね、木曜日に関しては。その中でAI ねどう使っていいかわからないっていうことをおっしゃってる方もいらっしゃれば、そうじゃなくて自分の中で今使ってるんだけどこの1点がうまくいかないんだよねっていうところをお話しされてる方もいて、ちょっとレベル差が出てきたなっていうのが正直なところですね。でGoogle の発表が僕は結構大きな転換点というか、もうあそこが最後の警告になるのかなって個人的には思ってて、そ
そこから先の情報を取ってるか取ってないかだったり、もうあそこで一つ世界線が変わった瞬間だと思うんですよ。で、こっからの AI の進化とか情報を取るとか、あとは自分が使っていくっていうことをやるかやらないかで、もうね、追いつけなくなるんじゃないかなって思ってますね。正直。はい。っていうぐらい、Google の発表の内容とか、あとは規模で進化のレベルに関しては、ちょっと異次元だったなって個人的には捉えてるんですよ。はい。まあ、なので、ここから、どれだけ食らいついていけるかどうかだと思いますね。はい。もうここで多分諦めちゃって足を止めちゃったら、まあ、もしくはもう今この時点で AI を触ってないのであれば、もうちょっとね、巻き返したり追いついたりするのは難しいなと、正直僕は思ってますね。はい。まあ、なので、ここが踏ん張りどころかなって自分自身もそう感じてますね。はい。まあ、だからこそ、まあ、たくさん情報を取るっていうのも大事だし、情報を厳選して自分がどう使っていくかっていうのを見極めていくっていうこともね、大事だなと思ってます。まあね、情報はもうたくさん溢れちゃってるんで、全てを取るっていうのはまず無理だと思うんですよ。で、あとは、それぞれの、まあ、チャット GPT なり、クロードなり、ジェミニなり、それぞれのモデルのプランがどんどん値上がりしてるじゃないですか。なので、自分はもうこのタスクに対してこのモデルをしっかり使っていくっていう風に、なんかある程度限定していってもいい時期に来たかなとは思うんですよね。もうそんなにレベル差ないので、新しいものをどんどん取り入れて新型の方がいいだろうっていうのではなくて、もうクロード3.7ソネットでも十分レベルが高いんで、じゃあそれを使いながら自分はこのタスクをこの業務をどんどんね楽にしていこうとか突き詰めていこうとかっていう選択でもいいのかなって思い始めました。はい。で、あとはやっぱりね、使わなきゃわからないし、あとは今使ってる人とか実際に自分の用途に似たような使い方をしてる人、あとは自分の価値観に合う人がどういう使い方をしてるかっていう、そこから直接情報を仕入れるっていうのがやっぱね、早いし重要だと思うんですよね。そのコミュニティメンバーの方と喋ったりとか、あとはいろいろ教えてもらったりとか、僕もこの前クロードコードですね。クロードコードの MCP サーバーの設定を教えてもらったんですよ。自分でやろうとしてももう5時間かけても全然できなかったものがたった10分15分で設定が終わっちゃったんですよ。やっぱり経験者とか、あとはもう自分よりも一歩先を進んでる人から直接仕入れちゃう、直接教えてもらうのが一番早いっす。早いし確実だし正確だと思います。モデルの性能が上がっていつかできるようになるだろうとか、機能がアップデートしていつか簡単に使わせてくれるだろうって、もちろんそれは正しいんですよ。そういう未来は毎回来てるんで。ただ今この瞬間手に入れちゃった方が有利なことの方が僕は多いと思うんですよね。まあ、もしかしたら3ヶ月後とか半年後1年後に今よりももっと簡単にできるようになってるかもしれないんですけど、今この瞬間に手に入れた後の方が掛け算が大きくなると思うんですよ。この1年間それが手に入らずに過ごしてる時間ってめちゃめちゃもったいないなと思うんで、今手に入れたいものは今手に入れちゃった方がいいと思ってます、僕は。なんで情報もそうだしツールもそうだし、あとはこういう使い方をしたいっていうコツでも何でもいいと思うんですよ。今手に入れておかないとやっぱりどんどん引き離されていくなっていう感覚を僕今すごく強く感じているので、だからそういう意味合いでも多分同じ危機感を持ってる人たくさん僕の、ね、チャンネルを見てくださったりとかディスコードコミュニティに参加してくださってると思うので、そういう人たち同士でしっかりとコミュニケーション取って情報交換しながらお互いに必死についていきましょうっていうのを僕はちょっと伝えたいなと思いました。最後の雑談にですけどね。はい。まあ、そういう話をね、ライブ配信でもしたいなと思ってたんですけど、今日ちょっとお休みをさせていただきますので、また来週の土曜日ですね、31日かな。はい。またライブ配信で、まあ、こういう話をしたりとか、多分その頃にはまた違うモデルが出てたり、違うツールが出てたりすると思うんで、それを触りながらとか、でね、皆さんとコミュニケーションを取って、もうみんなで必死についていこうっていうチャンネルにしたいなと思ってます。はい。まあちょっと何の話やねんって感じですけど、
はい、今日はというかこの動画は以上になります。はい、では